おじいさんがオーロラを建ててもらった。ここの土地の始まり。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい。もうほんまにこのあんが好きでね、飽きのこない落ち着いた味と。ここの82円。もう55歳からね、手伝ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、食べてる食べてる。これはオーブンの時のなんか写真みたいな。昭和41年やから。昭和41年。もともとはおじいさんの代にお土地を買ってあったみたいで、親父と黒で結婚した時におじいさんがオーロラを建ててもらったみたい。ちょうど子供を育てながら商売して養っていけるやろうっていうことで。それが始まり。ここの土地の始まり。ここで1番目通って2番目通って3番目通って4番目通って5層通ってろ過していった水が上がってきてこんでむちゃくちゃの高いブランドの米を使わなくても米でもかなり美味しく炊けます。これはね、ローキーミンチって鶏肺ってわかりますかね。鶏の年寄りの鶏。だから若鶏よりかはね、年寄りの方がスープはよく出るんです。これでこれが水素水ですわ。水素水。これが水素水。この機械をお見せしますけど。10時半に入れます。こちらが水素水の精製機っていうのかな。電解する機械でこの中にねこんなでこのスイッチを入れて大体1回でこれで20分かかるんですよ。粒子が細かくなるから米にもこう浸透しやすくなってで甘みも出るしやっぱり炊き上がりがちゃいますよね。
朝の昼間のランチの肉団子。めっちゃ綺麗ですね。とりあえず掃除しやすいようには作ったんですよ。外の屋根の素材なんです。そのままにしたら油を吸うんで、だんだん今度年季が入ってきてちょうど良くなるやろうと思ってこれにしたんですよ。とりあえずタイルやったらやっぱり目地が焼けたりとかね。でみんなこうステンレスにしてもらって、その辺のこだわりはありますね。やっぱり厨房作る時の。こちらがこっち側がアルカリ水で、アルカリ水と酸性水が出てる。このアルカリ水いうのが油や気を溶かす。だから掃除する時に結構重宝するような水が出るんです。これこんのってこれバーッと巻いとったら結構それだけで結構油弾いてる。でこっち側は肉洗ったり野菜をちょっと洗ったりとか消毒が使える水です。まああれば便利贅沢品です。自家製の甜麺醤。八丁味噌から砂糖と醤油と酒と3時間近くガーッと炊くんです。もうちょっと根気のいるやつで最後の方ちょっとやけどしそうなんでポカポカと固まってくるんで。これを炒めんとダメなんですよ。のが一番のポイントで、水分がなくなるまで炒める。これやっぱ旨味がこう入っていかない。甜麺醤。これでちょっと。これが大体麻婆のベースの肉はね油がうまみがあるんですよ。その油を全部こう染み込ますっていうか、ミンチの方でよく炒めた方がいい。それをするとせないので全然味が変わります。であとこの甜麺醤の入れるタイミングもう最後炒めてから最後甜麺醤でこう甜麺醤の味をミンチに閉じ込める。それでベースができる。これちょっと味見してもお肉の旨味があるでしょ。その旨味がやっぱりコストが高なってるからね、そんなに高い食材を使ってるわけじゃないんですよ。値段も上げられないのもあってリーズナブルな価格で中華料理楽しんでいただきたいんで、いかにその技術っていうか味で美味しく
できるようになるかっていうので、まあ、工夫はしてますよね。焼いて、まろやかにしといて、この山椒が香るやつで焼き上手。手作りの電気屋さんが作ってくれたリフトですから。手作りのリフト。そうです。普通はこんなん売ってますよね。専用にね。だからこれがスイッチなんですよ。あ、2階もあるんですか。一応2階も喫茶スペースなんですけど、お風呂は喫茶店やってましたからね。個室はないけど個室みたいな形になるんですよ。完璧な独立したところだから。2階に予約が入った時はこれで料理をあげたり。もうお客さん来はった。やだね。早いですね。たまにあるんだけど、もう開けた瞬間来る時が。今日はちなみに今日は、肉団子の甘酢がけですね。はい、結構喜んでね、このメニューやったら結構「おっ!」って言ってくれはりますよ。はい。
ランプお願いします。すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。五目丼セットですね。はい。します。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。お母様。この82や。82歳。もう55歳からね手伝ってました。まあいろいろ細かく準備したり、おラーメンちょっと作るの手伝ったり、ずーっと一緒にいましたのでね、気になりますやっぱり。ね、もう出てこなくていいよって言われるまでも出てこなくていいは言われないですけどまだ。上に南波さんが設置したらしいんだけど、スイートがあって、そうだったらシンプルだ。
後ですか。内線になってるわ。内線って言ったらお母様。そう。お母様からよく内線が届くみたいな感じなんですか。内線はなんか用事ある時にね。だから。近場で、まあ中華が危なくからって。ああ今日は今日は何がしましょうか。今日はね、五目丼セットで五目丼大で餃子あいよ。だから大体週に多い時で3回から4回ぐらい来させてもらってます。来てから長いんですか？そうですね、もう20年ぐらいになるかな。やっぱり今頼んでる五目かって最初にやっぱり五目焼き食べた時美味しいな思ってずっと飽きのけえへん味やから変わってないといえば変わってないし、少しずつこう調整加えてると言ったら調整加えてるんちゃうかなと思う。麻婆大好き。五目丼セットの特大と、餃子。もう常連さんが多い、ほとんどね。幸いは。やっぱりこういう場所やから、たまに一元さんね、車で来る人も多いんだけど。五目丼の特大ですね。はい、どうぞお召し上がりください。五目丼セットには唐揚げもついてるんですか？なんとかセットってついた時にこの丼のやつやったら唐揚げがついてる。もうほんまにこのあんが好きでね、五目の飽きのこない落ち着いた味とでパンチと
はい、すいません、出ます。はい、すいません、お待ちしてます。で店主さんもすごい気さくな人だし、でやっぱり地域に馴染んでるなというふうなも思うからずっと続けてほしいなと思ってます。やっぱり近くで働いてる人とかご近所さん来はるからすごいアットホームな感じもあるし、でかといって一元さんお断りみたいな感じもないし、すごい居心地のいい店です。物価高騰とかいろいろあるんですけど、末永く僕の昼飯を作っていただきたいなと思います。ほんなら。はい、すいません、ありがとうございます。だから僕はシンプルに中華料理やったら好きなもんって大体みんな思い浮かぶでしょ。酢豚が好きとか麻婆豆腐が好きとかシンプルな料理が中華料理いろいろ食べてきたけどここのあれが一番今まで食べた中で美味しかったわって言われる料理を作りたいんですよ。だから常連さんも決まってるんですよね。前も言った通り酢豚食いに行く人は酢豚しか食べへんし、だからその頑固に食べに来てくれるっていうのがむっちゃくちゃありがたくて、もうそれが素直に返ってくるからね、それが商売にとって一番の励みになりますよね。すいません、お待ちしてます。は県が設置したからやりだしてから一緒におるようになった。あ、お母様と。そうね、それまでもうずーっとあっちゃかと言っとったから修行でね。24歳から番台でした。お風呂の番台。番台。番台って知らないよね。昔や
真ん中に男湯と女湯があって真ん中にこうお金を払うとこ24歳でしたね。だからまあ昭和41年かこらの子生まれた時かな。震災の年まで大方30年プレイヤーとしてでまあ一応喫茶店はやっとったけどなリブレットってある看板あるけどあれが名残です一回も看板つけたことない一回もつけた。電気を入れたことない。じゃあお風呂場の時の名残はもうお母さんの喫茶店だけ。そう風呂の名前が久富温泉っていう名前で、で今の名前が福寿中華の名前で僕の名前が富弘って名前だから久富温泉で今度は福寿で反対で僕が上に来て僕のお店なんでまあ僕が今度上に立つという意味も兼ねて福寿。うわありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。コーヒーお願いします。お願いしました。ありがとうございます。おお。はい。わしはええわ。これは美味しいです。このコーヒーほんまに今の麺食べたかったね。お母さん立ててきてくださったんですか。ちょっとお持ちしますね。なんか私コーヒー飲まないのにね。そう飲まない。これはお母様が入れてくださった。そう今豆ひいて入れてました。どうぞ召し上がってください。いただきます。はいどうぞ。お母さん美味しい。美味しい。これ美味しい。美味しい出す少ないよね。言われるまで待たないでおけないので、先に美味しいです。スタイルは。これはいつも。いろいろエプロンよく買います。お洋服も見合わせていつも。今日はちょっと抑えてるけどね。あ、パパ。どこにした？もう90やからね飽きませんわ。昔は風呂屋さんやったけどねもう風呂屋買ってなもうしんどいばっかりでいいからなお前せえや言うていかがですか息子さんがこうやって継いで畑違いってねもう僕らはそういう料理人は知らんから職人でねあちこち行ってきてでも店も落ちた言うからなんだここでするか言って。大好き。ナオト大好き。今日のまかないは何を食べられるんですか。要は肉団子と担々麺。この担々麺と肉団子をちょっとお二人で半分こされる。シェアしながらおまけのおでんも。おまけのおでん。いただきます。ずっと赤いランプなんですよ、ということ話し中でしょ。上も赤。食べるのめちゃくちゃ早いんですよ。これすごいでしょ、この食べっぷりが。確かに食べっぷりがすごいいいですね。早い。お腹空いたから。
どこ行ったかなもう思ったけど話せないなってちょっと認知も入ってます言うてんのにね。昔の話やったらできるんかしら。で見てる側やな食べてるとこ店やりだした頃はねまあ正直やっぱこうお風呂屋の後やからで初めのはやっぱりおふくろ親父の顔で来てくれたお客さんが多くてだから逆にね、まあ、腹立ったっていうか悔しい思いしたのは親父のおふくろのおかげがおるから来たったんやぞっていう感じのお客さんが多いから僕の店なんやけどもうないがらしをされてなんかもう来てやったぞっていう感じが多かったんですよね。一番畜生がもう悔しい思いでいつか見てろよと違う形でお客さんを呼んでほんまの自分のお客さんにしてまなあかんという気持ちでね変わった時期でしたね最初は。今ではというかでも結構ねやっぱり常連様がお話聞いてても多いしお料理にファンがついてるというか、まあそれはもう、まあ自分でやってきたことを信じてねやっぱり商売やって1年目の2年目ね2年目の3年目とかやっぱり一つのもんをどないしたらもっと美味しくなるかっていうのはいつも考えて作ってきましたけどね。学校の先生ああそううちの子供らの中学の先生ねここで取りたいんやけど運んでくれるかとか取りに行くから作ってくれるかとかってやっぱりそういう不安もいてくれるからまあこういう場所なんでねやっぱり根ざしていかないいけないなっていうのはあったんですよ。ね、中学の同級生とかこっち側に、ね、親がおるから帰ってきた時は寄ってもらったりとかそういう場になってきてくれるからうちはそれでは嬉しいんですよね。私は4年目5年目ぐらいかここオープンしてからで4、5で年もうすぐでも子供できたから、あんまり最初は手伝いができなかったんですよね。それまではおふくろが結構サポートしてくれてたから最初の15年ぐらいまではおふくろがだいぶ大きいと思いますわ。もっと元気だったしもう今からはねもう60近くなってきたんで第一段階の目標はもう70と思ってるんですよ。70まで頑張るもう子供たちにはもう継がすつもりがないんで子供が生まれてもう小さい時からもうお父さんの仕事は継がんでええでとは言うてきたんですよ。だから僕の目標でこうやったわけだからでやっぱり子供は子供の夢とか目標があるわけだからそれはそれで言ってほしいと。元気な限りはやりたいんですけどまあそれが何歳になるかっていうのがわからないから病気するかもしれんし怪我するかもわからんしそれはね人生どうなるかわからんのでまあ健康には気をつけてますけど